はい、どうも岸田模型です。今回は P47 の機体の表面処理と塗装を行っていきます。はい、それでは前回機体の製作し終わりましたので、この合わせ目を処理していきます。合わせ目と言いましても大きな段差とか隙間になるような部分はほとんどないので、この600番のですねスポンジヤスリで軽くやするだけで合わせ目は消えてしまいますので、やすっていって処理していきます。この機体仮面のこれタービンの、排気口ですねになるんですけども、この部分にも合わせ目が出ちゃうんですけど、こう入り組んでて消しにくいので、ここはプラ板を貼り付けて、プラ板というかプラペーパーですねを貼り付けて、合わせ目を隠してしまいます。実機の写真とかを見るとですね、これキットの塗装図にも書いてあるんですけども、この部分にですねなんか細長いプレート状のものが2枚ついてるんですよね。でそれもプラペーパーを細切りにしたものを貼り付けておきました。でこの排気口の後ろ側にこのアウトレットみたいなところがありますけども、この上にもですね実機はなんか遮熱板みたいなのがついているようなんですよね。でこれもちょっとオーバーかなと思ったんですが、プラペーパーで、こういうちょっと台形状に切り抜いたプラペーパーでその遮熱板を作って貼り付けました。で合わせ目を消すことによって消えてしまったこの筋彫りとかですね、リベットですねを彫り直します。エンジンを取り付けるためにこのカウリングをつけていきます。でカウリングの下側のエアインテークは別パーツになっていますんで、それを取り付けるんですが、なんかですねおかしいんですよね。仮合わせしてみると。でなんか変な理由はですね、このエアインテークのパーツが前後逆につけようとしてました。正しくはこちらが正解ということになります。でエアインテークはこのニュートラルグレーで塗装しろという指示が説明書にありますので塗装しておきます。現存している P47 の写真を見ると、このエアインテークの部分もジンクロイエローで塗られているようなんですが、ここは説明書通りに塗装しておきました。主翼のこの機関銃の部分は別パーツになっていますので、この部分も取り付けてしまいます。でここはですねちょっと若干はめがきついのと、上下方向に若干段差みたいのができるので、接着後にですねここは、慣らして、翼面とつらい位置にしておきます。先ほど塗装したエアインテークをカウリングに接着して、エンジンを取り付けていきます。カウリング側にエンジンを接着してしまってから、機体側に取り付けます。でエンジンを取り付ければ機体側はほぼ外形が出来上がりという感じになります。スピットファイヤーとかメッサーシュミットとか、あとゼロ戦とかもですね、ああいう細身の戦闘機もスタイルが良くてかっこいいですけど、この P47 もですねなんかゴロンとした感じですけど、形にするとそこはやっぱ戦闘機なんで、
こう精悍な感じがするなっていう気がします。今回ですね、すべて筆塗りで塗装するわけですけども、一応サフとか、あとクリアですねは缶スプレーで拭きますんで、このエンジンの部分、コックピットの部分はマスキングしておきます。で、最初にこういうところはティッシュを詰めて、それをマスキングテープで押さえるっていう感じでいつもマスキングしています。で、動画ではちょっと映ってないんですけども、脚庫の部分ですね、その部分も同様にマスキングしておきました。で、機体の方はこれでサフとか吹けるようになったんですけども、ついでにですね、プロペラ、あと増装ですねも組み立ててしまって、一緒にサーフェイサーを吹けるようにしておきます。サーフェイサーを吹いていきます。使用するのはタミヤのスーパーサーフェイサーの缶スプレーですね。プラサフプライマー入りサーフェイサーになります。で、今回ですね、水性塗料で、全体を筆塗りで塗装していくので、プラサフの方が食いがいいかなと思って、プラサフを使用しています。それでは塗装に入っていきます。今回は水性塗料ビッグカラーですねを使ってメインの部分を塗っていきます。で、塗料がですね、オリーブドラブ1、2と仮面がニュートラルグレーなんですけども、このビッグカラーのラインナップにはニュートラルグレーがちょっとないようなので、グレーの部分は RLM75 バイオレットグレー、これドイツ軍機に使うグレーなんですけど、これとですねホワイトをちょっと混ぜた、やつで、塗装することとしました。で、面相筆を使って塗っていきますが、色ムラになってしまうんですけども、逆にそれがですね塗装面にこう変化をつけられるかなと思って今回試してみようと思います。上面は同じくビッグカラーですね、オリーブドラブ2の方で塗装していきます。以前にも動画の方で話したと思うんですが、筆塗りに関しても一発で色をつけようとするよりは薄い塗料をですね何度か重ねて塗っていった方が綺麗に仕上げられると思います。で、塗料を薄めるのには普通の水ですねで薄めて使っています。薄め具合については半々まではいかないですね、ちょっと緩くなるくらいを目安で、塗装しています。で、これもまた以前の動画でお話ししましたけども、ビッグカラー自己水平性という特性がある塗料ですので、乾いたらこう平らになるんですよね。で、モールドの馴染みが非常にいいんで、このキット結構繊細なモールドが入ってるんですけども、それらを潰すことなく塗装することができます。で、このラダーの部分なんですけど、今回の塗装例だとラダーとですねカウリングの先端が赤なんですよね。なんでまずは下地のホワイトですねを塗装していきます。
下地のホワイトを、2、3度塗り重ねて色がつきました。このレッドを塗っていきます。このレッドもビッグカラーのレッドになります。でこちらも、2、3度ですね塗り重ねて、色をつけていくという感じで、塗装していきました。でこれでラダーとカウリングのレッドの塗装が終了となります。これでだいたい機体の塗装は完了したんですけども、この機種のですね明細の塗り分けラインがちょっと違っていたので、ここを修正しました。はい、じゃあ塗装の方が機体の方ですね、ほぼ、細かいところはまだですけども、だいたい大まかなところは終了しました。次回もですね、塗装の続きということになります。あとデカールとかも貼っていきます。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。